はい、皆さんこんにちは。今日は収入の上げ方のフリーランス編をお話ししたいと思います。昨日会社員でお給料を上げる方法についてお話ししたんだけど、あんまり具体的に話せなかったなと思ったんで、ちょっとまた別で、じゃあ副業で具体的にどうやって収入を上げるのかとか、どうやって転職で年収を上げるのかっていうのは、またそれぞれ別で撮りたいなと思います。で、今回はフリーランス編ですね。私も今はフリーランスなんですが、フリーランスっていうのは会社とかに属さずフリーで働いている人のことですね。個人事業主とも言いますが、個人事業主っていうのは一応開業届を出している方を指すそうです。具体的にどっからどこまでがフリーランス、どこからどこまでが個人事業主っていうのは明確にはないみたいですね。私はだから一応事業主ではあるんだけど、長いからフリーランスって呼ぶことが多いです。収入を上げるってね、人によって目指す金額が違うと思うんだけど、ちょっといろんなパターンでお話ししていきたいなと思います。前回の放送でも話した通り、まず目標っていうのを決めた方がいいですよね。で、フリーランスっていうのは金額を目標にするんじゃなくて、どういう働き方をしたいか、どういう暮らしがしたいかっていうのを目標に立てて、そのために最低いくらは稼いだ方がいいな、みたいな、そういう目標の立て方がおすすめです。理由は昨日話してるので、ぜひ聞いてください。で、フリーランスはね、天井がないんですね。収入の天井が。頑張って、ちゃんと方向性が合っていて、ちゃんと頑張れば、会社員より稼げます。が、難しいです、実際は。フリーランス憧れて始める人いると思うけど、そこで月100万とか、50万、80万とかね、難しいかなとは思います。私もそこまでたどり着くのに、時間はかかったし、すっごい大変でした。会社員より大変だったけど、ストレスは圧倒的になかったね。会社員の時がもう毎日戦っていたので、ストレス耐性がついていたんでね、フリーランスとして仕事をして働いてる時間は長くなったけど、辛いなと思ったことはないですね。はい。で、収入ね、やっぱ人によってどれぐらい稼ぐのがいいかとかね、違うと思うんだけど、20万、50万、80万、100万、それ以上のそれぞれ壁があるかなと思って、20万っていうのは会社員の新卒のお給料なのでいけるかなとは思います。で、いろんな働き方あるけど、例えば私なんかは日本語の先生もそうだし、YouTube と、あとはクライアントワークもたくさんやってます。クライアントさんの SNS とか、そういうお仕事をするっていうことですね。一応業務ボリュームと収入的には6対4ぐらいかな。6がクライアントワーク、4が自分の事業っていう感じかなと思います。で、20万、30万っていうのをじゃあ目標にするとしてどうするかっていうと、一番最初は単価が低くても一生懸命頑張る、やるっていうのが大事かなと思います。一般的には SNS の仕事だったり、デザインの仕事だったり、ライティングとか、そういういろんな仕事があるけどね。その中で最初は単価が安くても一生懸命頑張るしかないかなと思います。時給に換算するとね、すごい安くなっちゃったり、これならアルバイトの方が稼げるなって、最初はね、みんなそうだと思います。でも、そこから
クライアントさんが期待する 100% 以上のものを納品して、で、それはコミュニケーションとかも大事だね。本当にフリーランスって会社員より人柄とかコミュニケーション能力大事だなって思いました。で、周りのフリーランスとか、あと経営者の方とか見てると、人当たり、人柄はとってもいいんですね。コミュニケーションも上手だし、みんな優しいっていう感じ。仕事ができるかどうかは一旦置いといて、そういう性格がいいとか、そもそも相手の話をちゃんと聞く、返事をちゃんとするとか、そういう人間性な部分がまずしっかりしてないと、フリーランスとしてお仕事を継続していただくっていうことは、そもそも厳しいと思います。で、私会社員の時は正直ね、冷たい人とかちょっと性格悪めな人っているんですよ。多分どこの会社にもいるんじゃないかな。でもみんな何かしらのスキルはあったなと思って。ただ性格がそんなによろしくなくても、会社員として仕事はしていける。でもフリーランスってそもそも人柄とかそういうのが良くないとお仕事継続してもらえなかったり、仕事ができるできない以前にそこが大事だなって思いました。だからまずね、収入を上げる一歩としてそういうね、相手を不快にさせないとか、そういうのすごい大事だなと思います。基本的なことなんだけどね。で、そんな感じで最初仕事をしていくじゃないですか。で、正直ね、一生懸命やってるつもりで、半年かな、半年か、1年かでもいいんだけど、お給料が会社員さんとか一般的なお給料の金額に満たないんだったら、フリーランスは向いてないんじゃないかなと思います。そこをいつまでも低単価でやっていって、本人がそれでストレスなく楽しいならいいんだけど、ちゃんと稼ぎたい金額があって、そのために一生懸命目の前のことやってるのに、そこにたどり着かないんだったら、向いてないというか、やり方をちゃんと考えた方がいいなとは思います。その仕事がそもそも向いてるのかとか、ちゃんとクライアントさんと向き合ってるのかとか、継続率はどうかとか、そういうのは振り返る必要があるなと思います。で、会社員はそんな、一応さ、振り返りって日報書いたり、週報書いたり、月報書いたり、いろいろ振り返りとか報告ってするんだけど、そんなにそれって自分の給料に関係ないじゃないですか、正直。でもフリーランスはしっかりそこ振り返っていかないと、右肩上がりで売り上げを上げていくって難しいなと思います。だから目標を立てて、で、行動の目標を立てる必要があるよね。この売り上げに行くには、じゃあクライアントさん何件でお仕事を何本やるとか、そういう自分がコントロールできる目標を立てる必要がありますよね。それで1ヶ月を振り返って、その行動が足りてるのかとか、行動は足りてるけど金額に満たなかった場合、そこを改善しなきゃいけないっていう、振り返りの方法はね、何個か前のポッドキャストで話したんだけど、AI 使えば5分から10分ぐらいでできるんで、ぜひやってみてほしいです。そもそものお仕事の見つけ方についてね、話しますね。私はやっぱり人から紹介してもらう、もしくは友達とか知り合いの人を手伝うっていうお仕事から始めた方がいいと思ってて、よくウェブサイトとか SNS でお仕事募集してたりすると思うんだけど、そこをもちろん応募していくのもいいし、そっちのが向いてる人もいるのかもしれないんだけど、周りで、フリーランスの人、経営者の人ってあんまいないか。私は結構いるんだけど、そういう方に声をかけて自分ができることをやる。で、やっぱそれの何がいいかって、もちろん断られる場合もあるんだけど、フリーランスってね、
やっぱりお給料払われないとか、仕事が途中で途切れちゃうとか、そういうトラブルは結構あるんですよね。でも、友達とか知り合いだったら、もちろんそれが絶対起こらないってわけではないんだけど、そのトラブルがあまり起こりづらいかなっていうのと、あとはね、その友達が例えば、社長だとしていろいろ SNS とかやってたりして、でもそういう方ってお金はあるんだけど時間はなくて、でもっといろいろやりたいんだけど考える余裕もないって人が多いんですよね。よっぽどの大きな企業とか、中小企業の社長さんとかだったら自分はあんまり動いてないんでいろいろ考えたりするんだけど、ちっちゃい会社の社長さんとかスタートアップとか、あとは稼いでるフリーランスの人とか、本当にね忙しくて、自分のことをやってる余裕があんまないんですよ。そういう人に提案していくっていうのが私は一番おすすめなんだけど、これはそもそもそういう人が周りにいないとね、正直難しいっていう。でもそうだったら SNS 普段見てる人とか、そういう人に連絡をしてお仕事をもらうっていうのもやってみた方がいいかなと思います。私ももう本当にね、リリジャパニーズを始めた当初ぐらいの時からご連絡をもらって、今でもね、お願いさせてもらってる、もう本当にね、素晴らしい人柄の方がいるんですけど、その方はね、私は感謝してもしきれないぐらい、その方がいたから私は自分の SNS も継続してあげることができたなってね、思うんですけど、なんか善意で連絡するんであれば相手はそれ迷惑に思わないんで、ただやっぱりお金稼ぎたいっていうね例えば高単価で私、例えば SNS 代行月30万でやりますみたいなそういうのいきなり送るのはちょっと違うかなと思うんだけど、そもそもそういう感覚がないっていう人はフリーランスで稼いでいくって難しいかなとは思うんだけどね、こういう仕事の見つけ方が私は一番おすすめではあります。でもクラウドワークスで私もお世話になってる方見つけたし、クラウドワークスでお仕事探すっていうのもありです。でも結構ね、変な人いたりとかするみたいだから気をつけてほしいですね。私も動画編集のお仕事をね、頼んだ時に、もう半分以上、7割ぐらいの方ね、途中で返事来なくなるし、納品日過ぎて全然連絡なくって、こっちから何回か送ったら、向こうから、すいません、諸事情でできなくなって、今回のお仕事キャンセルさせてくださいって来たり、って納品日過ぎた後にって思ったんだけど、そういうこと普通にあるんで、これはでもお仕事頼む側ですね。もう頼む側もね、お仕事をさせてもらう側もね、やっぱり気をつけなきゃいけないですよね。それは一応トラブルというか、別にお金は損してないからいいんだけど、はい。で、もうお仕事を見つけた後にそこで頑張ると、なんか頑張るってふわっとした言い方なんだけど、そこで結果を出すとそこから紹介してもらえたりとかするから、そこをね頑張るべきなんだけど、ただね、案件をそもそも取るっていう段階を頑張ってる方からしたら、その前にね、もっと早く稼ぎたいとか、もっと効率よくって思うかもしれないんだけど、やっぱりいろいろ言われてる通り、目の前のいただいたお仕事を精一杯やるっていうことに尽きるかなと。それでやってみて、3ヶ月、半年とか振り返った時に、なんか全然お給料上がってないなって思ったら、働き方が間違ってる。自分の仕事のやり方とか、そもそも自分のね、業務だよね。いろいろあるけど、デザインとかライティングとかあるけど、多分それ、スキルがない、向いてないんだと思います。私も向いてない仕事ね、あると思うんだけど、どうだろう。今までいろんなことやってきたけど、正直ね、私ね、ライティングについて会社員の時からずっとやってたんだけど、いまいちすごい上手ではないなっていうふうに思ってて、
なんだろうな、日本語の先生やってるけど、そんなにたくさんうまい言い回しというか、なんかね、難しいね。ほら、こういうとこで私なんかうまく言語化できなかったりするけど、なんかそういう能力があんまりないんだろうなっていうのはね、ずっと思ってて、だから今もライティングというか、SNS の文章を書くっていうのはやってるけど、今 AI あるしね、それに頼ってやらせていただいてます。AI をうまく使っていくってね、前に AI で仕事をする方法っていうのも話したかなと思うんだけど、AI でお金を稼ぐっていう方法もあります。なんかフリーランスで収入を上げるって会社員より結構話すの難しいなって今思ってきました。ちょっとダラダラ話しちゃってるんだけど、で、こんな感じで仕事を見つける、精一杯頑張る、継続するってやっていって、10万、20万、30万。そうだね。あれだよね。どれぐらい働いてるんですか？ 1 日どれぐらい働いてるんですか？寝てるんですか？とかよく聞かれるんだけど、正直言うと、利益が50万いった時は、週に1回ぐらい徹夜してたかな。でもね、もう徹夜できないんで、朝まで仕事して、結局その後、昼寝みたいな感じで2、3時間寝ちゃうんだけど、それでも、週に1回ぐらい、2週間に1回ぐらいかな。やると、もう良くないって、体に良くない。結局、なんか後からね、後悔するって分かってるんで。で、もちろん毎日、ご飯食べる時間、寝る時間以外は仕事してるし、土日もどっちかはもう一日中仕事。でもどっちかはちゃんとしっかり休む。でも休むけど早朝とかあと夜には仕事をしてたね。移動中に仕事をする時もあるし。だからワークライフバランス取りたいっていう方は、しっかり取りたいっていう方はそれ程度の収入なんじゃないかなと思います。でもね、人ってその生活を続けられないんですね。今私が言った通り、一日中働いてる、徹夜するとか。で、しかもこれだけやってその金額なんですよ。もちろん会社員の時には私はこの金額は絶対稼げなかったから嬉しいんだけど、じゃあその先行くとか、これを継続するにはどうすればいいかっていうと、やっぱり仕組み化するっていうことと誰かと一緒に働くっていうことになるよね。もうこれはもう絶対そうです。自分のこの行動、動きだけでたくさんお金を得ても、それは続けること難しいんですよ。なので、そうね、50万いったら次は仕組みを作るフェーズですよね。仕組み作るっていうのはやっぱり得たお金でもうツールとか、あとは人を雇うとか、そういうのにどんどん課金していく。もちろんそれは経費だからね。だからそこはもう惜しまずにやった方がいいですね。っていうかそこやっていかないと結局払うんですよね、税金を。なんかフリーランスの税金対策とか、そういうテーマでも今度話そうかな。私のポッドキャスト、外国の方向けではあるんだけど、もう自然なスピードでリアルなことを話していくっていう風に決めてるので、正直今日のテーマとかもさ、フリーランスじゃない人とか、フリーランスにならない人、っていうか日本に住んでない人だったら全然何の参考にもならないと思うんだけど、日本でフリーランスをやる、収入を上げていくっていうのはこういう形だよっていうのを参考にしてもらえる人がいたら嬉しいなと思います。でもフリーランスのやり方だったら別に国関係なく同じような感じじゃないのかな。やっぱりいろんなお仕事があって自由に働けるっていうのがフリーランスのメリットなんだけど、その中でどうやって収入を上げていくかっていうのはもう
一生懸命やるしかない。で、一生懸命やって、分析して、改善して、で、それでどんどん上げていく。それでも上がらないんだったら、やり方とか自分の仕事内容、向き合い方っていうのが間違ってるよっていう結論ですね。まあ、仕事内容によっても稼ぎ方って違うと思うから、ちょっとまたそれぞれ細かく、例えば SNS で収入を上げるには、YouTube では、日本語の先生では、ライティングではとか、そういうのについてまた個別で取っていこうかなと思います。もし具体的に知りたい内容があれば、ポッドキャストのコメントにいただけたらなと思います。やっぱりテーマが広すぎたから、あんまり具体的に話せないですね。前回の会社員の時の反省と同じような感じになっちゃったけど、まあ流れはこんな感じですよっていうことで。で、あとはどういう仕事をしていくか。で、一つの仕事じゃなくて、複数のことをフリーランスはやった方がいいと思います。一つの仕事がダメになっちゃうとか、そういうこと普通にあるんで、そういう時のために忙しくなっちゃうけど、いろんな仕事を同時並行でしていくっていうのが大事で、それをしっかり管理していくっていうのは、私も管理すごく苦手なんだけど、頑張ってスプレッドシートで管理してます。はい。じゃあ今日はここら辺で終わりにしようかなと思いますが、どうかな？有益なこと話せたかな？そもそもこの話題を話そうと思ったのは、自分の経験上話せるっていうのもあるけど、有益なポッドキャストになってないなっていうふうに気づいたので、ちょっとこういうテーマで話してみようかなと思ったのがきっかけなんだけど、また明日からはこういう話もするけど、どうでもいい放送もあると思うし、私の好きなアニメについて話す放送もあると思います。先週末ね、ワンピースベースショップに行ってきたんですよ。新宿に新しくオープンしたんだけど。またワンピースについて話したいね。もう話すだけでいい。誰も聞いてくれなくていい。いや、でも、2人ぐらいは聞いてほしいかな。真剣に。あとはもう聞かなくても大丈夫です。そういう感じで、これからもいろいろ発信していきます。はい。じゃあ次は放送30回を目指して頑張ろうかなと思います。じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。